美味しいものがありゃどこまでもメッ飯旅。 Season 6今回のメッシュと B は愛媛県松山界隈。それでは早速、 Let's get it started. 1. Aji Gonomi Shobu. 松山駅から徒歩2分、40年近くこちらでお店をされているそうです。オープン直後の訪問も予約ですでに満席状態。待つこと20分くらいで席に案内されましたが、後続には次々お客さんがいらっしゃる人気店。これはあれだね、予約した方がベターですね。はい、そのようで、ここは愛媛の郷土料理宇和島風鯛めしが人気ということで、鯛めしを注文。はい、鯛めし。宇和島風っていうのは鯛刺しが別盛りになってるんだ。炊き込みじゃない鯛めしってことね。そう、自分でご飯に盛り付けていただくスタイル。厚みのある鯛はコリコリと歯ごたえがあって美味しい。噛めば噛むほどに旨味が口の中で広がって飲み込むのがもったいない。そうだ、もったいない。飲むな、飲み込むな。つけだれも甘すぎずしょっぱすぎず、ちょうどいい塩梅。九州醤油に近い感じかな。なるほど。ごまと薬味の大葉もアクセントになって最高ですたい。そしてやっぱり西はだし文化ですね。過去一美味しい茶碗蒸しだった。これ飲める茶碗蒸し。飲める。隣のマダムたちのお寿司もちらし寿司も美味しそうだった。チラ見したんだけど。ちなみに寿司いいな。 2. Mento Mukata Katsuo. こちらなんというお店でございましょう。面と向かってカツオってこれが名前？店名？そうなんです。なんとこちらのラーメン、コーヒーサイフォンを使ってスープを温めるという斬新なスタイルのラーメン。いや、そりゃ映像に収めたいということでやってまいりましたんですが、コーヒーサイフォンって大きな砂時計みたいな形の喫茶店のカウンターに並んでるやつ？そうなんです。面白いですね。このサイフォンはですね、まずサイフォンの下のフラスコに入れたスープを加熱するってと、蒸気圧で温められた液体が上のロートへ上がりの、ロート内にあらかじめ入れてある鰹節が攪拌されてスープと混ざって風味を存分に抽出しの。なるほど、追いガツオ状態になるわけだね。そうなんです。ほんでもって火を消すとフラスコの温度が下がり、真空状態になってスープがろ過されて下に戻るってわけ。すごい。カツオうまし。絵面欲しさに来てみたもん。エンターテインメント系ラーメンかと思いきや、これがしっかり美味しくって嬉しかった。美味しかった。ちゃんと美味しいんだ。これは理にかなってますね。っていうか作り手が楽。サイフォンにかけちゃえば放っておいても勝手にスープが完成しちゃうからブレない。火にかけすぎちゃって煮詰まっちゃったり、適温になるまで見て待ってたりする必要がないからね。すごい。ここがやりだしっぺ？この方式。それはわかんないんだけど、福岡にも同じ方式のラーメンがあるので、次回探検に行ってみようと思います。いや、あっぱれ寒つゆですよ。久々のヒット塩ラーメンでしたね、こりゃ。おー、すごい。3. Ten Factory. 松山城に向かう緩やかな坂道の途中にあるみかん専門店。店内にはみかんジュースが多数陳列されていたり、みかん商品がいっぱい。3種から9種のみかんジュース飲み比べも気になりつつ、こちらではみかんソフトクリームをいただきます。正直観光客ホイホイゾーンかと思っていましたが、やっぱみかん美味しいですね。美味しいね。デコポンがナンバーワンソフトクリームと思っていたけれども、みかんも負けていない。美味しいわ。やっぱ柑橘系はさっぱりする。ナチュラルな甘さで喉乾かない系。これはいいのみっけね。 4. Stand Kinboshi. 松山の繁華街にあります立ち食い寿司屋さん。同じエリアにある寿司金星さんってお店の2号店なんだそうです。そっか、小樽の伊勢寿司さんみたいな感じだね。高級店のお寿司を気軽に経営ってことかしら。なんでもう愛媛では立ち食い寿司のお店はここだけなんだとか。県唯一の立ち食い寿司ですか。はい、立ち食いならでは醤油差しなし系。はいはい。今回はおまかせ5貫セットを注文。さより、さわら、ハマチ、横輪、卵。横は？はい、横輪は黒マグロの幼魚の呼び名で、特に関西地方で親しまれている魚なんだって。初めて聞いた。ねえ、当たり前だけどどれも新鮮で美味しいっす。めちゃめちゃ美味しかった。目の前で握ってくれる本格お寿司がこのお値段ってのは気軽に来れていいね。ね、1軒目でも締めにちゃちゃっとつまむにも使い勝手がいいと思いました。酔っちゃうね。酔ってたら酔っちゃうでしょう。5. ニューヨーク。Kumanaday Onsen.
松山の整いどころはこちら。去年リニューアルされたばかりだそうで、一見古そうだったんだけど綺麗でアットホームな雰囲気ね、2つ以上も広々。サウナは80から90度くらい、12、3人サイズと広くはないけどめちゃめちゃ空いてるからもう満タン。湿度が低めでかなりドライサウナでしたね。水風呂は17度くらいかな。 4,5 人サイズと結構広め。お昼頃から行ったら女湯は最初の1時間くらい貸し切り状態。ラッキー。露天風呂も地元のおばちゃんたちあんまり入んないからこれまた貸し切りですわ。で、超整いの巻でございました。シンプルな作りだけどこの界隈600円でサウナもゆっくり入れるってのは嬉しいね。はい、嬉しいです。で、なんで駐車場の入り口あんなに狭い？北海道民としては信じがたい作りの入り口でした。譲り合わないと入ってこれないっていうか、帰るとき駐車場から左に出たかったんだけど、行けなかったからね。うちらが出ないと皆さん入れないし、左には出られなくってね、右に出てくる迂回して帰ったよね。ね、びっくり仰天。バックのドライブスルーみたいな狭さ。ドライブスルーって擦り傷必ずあるよね。あれ誰が擦るわけ？ねえ、おばちゃん。6. Today's Katsu Curry. Bulldog. 今日のカツカレーはこれだ。1959年、昭和34年創業、松山市で60年以上続く老舗洋食店。昭和のまま時間が止まったような私のようなお店。カレーにハンバーグ、ナポリタンにデミ系メニューというラインナップ。それが60年続いてるってことは美味しいんだろうな。そうなんです。美味しいんです。うまし。甘さ辛さ酸味のバランスが素晴らしい。量も味もこれが成城石井。成城石井はちょっと高いけどね。でも美味しいでしょ。はい。ここは安くてうまい。とんかつの肉感サイズ感すべてが完璧。美味しいカツカレー。これが850円だ。嬉しくて涙が出ちゃうね。でもね、かなりベテランご夫婦が営んでるお店なんでね。ああ、絶飯危惧ね。そうなんだよ。後継ぎがいるといいな。これは素晴らしいレストランの予感。他の料理もぜひ食べたくなる昭和の洋食屋さん。松山に来るのが楽しみになるってもんだ。すごいよかったね。四国カツカレーレベル高いっすね。安いしね。他に美味しいカツカレーございましたら視聴者の皆さんぜひ教えてください。次回松山来るのが楽しみになりますんでね、よろしくお願いします。でこれまた食べに来るのが超楽しみだけどね。 7. Inouye. こちらはバッポ大好き焼き豚卵飯。今治のソウルフードを松山で直球再現するお店。はい。でもね、外見からしてあんま期待してなかったんだよね、ここのお店実は。そうそう、入るのやめようかって悩んでたもんね。そうなんです。ところがですよ、入って大正解。こりゃ大当たりですわ。甘辛だれの焼き豚半熟卵白飯っていう教科書通りの焼き豚卵飯。卵はとろっと半熟ギリギリ。ややジャンキー寄りなだけに麻薬成分の中毒性が半端ねえっす。男子高校生がおでこにご飯粒つけて無限に食っちゃってる系。止まらん系。わあ、そんなに。さらに驚いたことにゃ元祖の味を知るガチ焼き豚卵飯の継承者だったんです。ということは？そうなんです。今治出身の店主が焼き豚卵飯の元祖直系重松飯店に男子高校生時代におでこにご飯粒つけて無限食いしてて。なあ、それは脚色ね。そうなんです。さらに重松飯店でアルバイトをして焼き豚卵飯の作り方を習得。ガチね。塩はもうしかもややこしい。これがスープまでついて500円なんです。安っ。今治じゃ倍ぐらいしてるよね。でしょう。でも味はね、マジ焼き豚卵飯ナンバーワン争いですよこれ。白楽天とどっちか迷う感じ。おー、すごい。今治では白楽天、松山では井上屋に決定。スープも美味しい醤油鶏チンタンラーメンみたいなスープでさ、もう思い出しよだれが半端ねえっす。松山で男子高校生やりたかったな。そうなっちゃう。 8. Kotori. 1949年創業の老舗鍋焼きうどん専門店。現在は3代目が継承されているそうです。なんということでしょう。松山のソウルフードが鍋焼きうどんと知りやってまいりました。そうなの？鍋焼きうどんが松山ソウル？っていうか、松山独自の鍋焼きうどん文化を作った側のお店ね。そういうこと。メニューは鍋焼きうどんといなりのみ。早速鍋焼きうどんを注文。配膳されると同時に代金を支払うシステム。キャッシュオンデリバリー鍋焼きうどんね。Cash on 15 delivery. 分で着火。熱々のアルミ鍋。
レトロ感満載。これだけでなんかテンション上がるわ。土鍋じゃないんだ。はい、蓋を開けると出汁の香りがふわっと立ち上がり、食欲をそそのかします。具材は牛肉、かまぼこ、揚げ、ネギ、そして生卵という実にシンプルな構成。牛肉鍋焼きに、はい、優しいスープが五臓六腑に染み渡りますね。うどんは柔らかくツルッツルのおいちゃん好きなタイプかな。柔らかうどん好き。後半鬼びっくり七味投入。程よい辛みが最後まで美味しくいただきました。派手さなし、映えもなしだけど落ち着く、あったまる。古き良き日本の味がちゃんと継承されていて、なんか歴史ごと食べてる感じ。これからも残っていてほしいしみる系お店ね。そっか、こちらの鍋焼きうどんがあまりにも美味しかったから松山のソウルフード化したってわけだ。そのようですね。 9. Boulangerie Maison Suji. 松山に向かっている途中、偶然見つけたパン屋さん。はい、グリーンセンサーがピッコンピッコン反応しましてね。パポストップストップ匂うつってね、急遽 U ターン、こちらのパン屋さんに急行でございます。お店に入るとワクワクするパンたちがいっぱい。今度はバッポのおじセンサーがピッコンピコン。おっと、こりゃただものじゃないぞ。見たことのないタッチのパンたちが並んでる。こりゃフランス系かな。はい、ビンゴ。オーナーは本場フランスで修行された方なんだって。だからカヌレやらおフランス菓子もたくさんあったんだね。めちゃめちゃ美味しそうなのばっかりで目が白黒しちゃったよ。今回はこの3つをチョイス。まずクロワッサンは外せませんからね。飯旅的にクロワッサンは言うならばパン屋さんを測る物差しですからね。外はサクサク、中はしっとりもっちりとした食感と甘み風味豊かなバターの香りが素晴らしい。辻さんではフランス産バターと国産発酵バターを使用していて、16層に織り込んだ生地を焼き上げてるんだって。16、そうですか。コロッケサンドのバンズがうまい。噛めば噛むほどに甘みが感じられてふわっとしてて生地がうまいんだよな。怒られちゃうかもだけど、フレッシュネスのバンズにちょっと似てるかも。確かに。いや、フレッシュネスがやるって話じゃないかい。そっか。そしてクイニーアマン、表面に砂糖がコーティングされていてパリパリで美味しすぎる。これ砂糖がないところがまた香ばしくてあっという間に完食。こりゃ人気なのもわかるわ。スタッフのお姉さんおすすめのベリーベリークリチ、1、2を争う人気商品だとかね。後から聞いちゃったんだよね。行列がすごいから並び直さなきゃいけなかったんでね。ベリーベリークリチは買えず。次回のお楽しみに。びっくり仰天の美味しいパン屋さんでしたとさ。日本ランキング入りじゃないですか、こちらね。また来るのが楽しみね。Jikano Mesh Tabiwa. Zet Taimata Tabathai. Shikaku. Kochi Kaiwai Des. O Tano Shimi ni. See you soon. 飯旅ではいろんな地域の動画を公開しています。飯旅、地名で YouTube 検索して気になる地域の動画を動画ご覧ください。よろしくしなく。松山城に向かうゆるやかな坂道の途中にあるみかん専門店いけてたよね3種から9種のみかんジュースもにのびててるのも気になりつつ、さわら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 ばっかりじゃねえかどうも失礼しました。去年リニューアルされたばかりだそうでメニューは昭和洋食の王道カレーにバンバーグ。